もこんにちは。いつもガンプラで成し遂げたいオンドレアスです。今回成し遂げていくガンプラはこちら。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。HG ネオジオング。今回は誰しもが通る道、ネオジオング2体目の作成やっていくわけなんですけども、さらに今回は、ディップス光のカリスト専用機、ディップス光のカリスト専用機、ディップス光の、間違えた、影のカリスト専用機、ディップス影のカリスト専用機、ディップス影のカリスト専用機、ディップス影の、間違えた、光のカリスト専用機、メガバズーカランチャー、100式、サイコシャード。今回はこれらのキットを使い2体目のネオジオング、そう、ネオジオング100式観音作っていきたいと思います。早速作っていきましょう。まずはネオジオング。相変わらずイカれてるサイズ感。マグアナック組んでその物量をわかりやすく見てみましょう。もしかしなくても今回大変なのでは。とはいえネオジオングは2回目。何が大変でどの辺を気をつければいいかはバッチリです。嘘です。ぶっちゃけあまり覚えていません。もしかしたら同じような失敗をするかもしれない。ゲート処理をしながらの組み立て。今回はネオジオングも組み立て撮影しっかりできるよう、広いスペースを確保しました。ところで以前より撮影がいい感じになってると思いませんか？ハイクオリティガンプラ YouTuber、油汚れにジョイでおなじみ、プラバンさんに、撮影の設定などを教えてもらいました。しかしこの世は10日交換、値千金の情報、タダで教えてくれるはずもなく、闇取引をしました。オンドレアスが払った対価とは一体。次回、不死だらな女と笑いなさい。絶対見てくれよな。指南樹も頑張って組んでおりますが、こちら今回は使わないのでビフォーアフター用に組んでるだけですね。初代のネオジオングは土台の軸部分がへし折れてしまったんですけど、特に長いアクリル棒を使ってディスプレイするのがかなり負荷かかるようなので、できれば短い棒でのディスプレイの方が安心。仮組みできました。こちらがアクリル棒を使ったディスプレイ。アクリル棒がめっちゃ曲がってるのがわかりますね。半端ねえ負荷がかかっております。こちらが短い棒バージョン。まあネオングのタンクって弱点でしかないイメージあるのでこっちでいい気がします。でかいですね。冷静に考えるとなぜ2機目を作っているんでしょうか。先ほどの通り初代ネオングは軸がいってしまわれてるのでアクリル棒が1本余りますね。はい、余ったアクリル棒はタピオカストローとして今後活躍してもらいましょう。これなら机が低くても余裕で届く安心サイズ。やったね。続きましてディップスの方作っていきましょう。好きなディップスを選んでね。ディップス6機分、ディップス6の陳列が終わりました。滝汗。美しい、まるで警察の押収品のようではありませんか。このディップス、100式観音のために6体予約したのは数ヶ月前なんですが、こいつディップス何回買うねんで公式から心配されたのはいい思い出。仮組みとは思えない作業量。ディップスのいい点として、このようなカオスなことになっても色で正しいパーツが丸分かりなことですね。これなら皆さんも安心してディップス6購入できるんじゃないでしょうか。仮組み完成です。まるでディップスのメリーゴーランドやちなみにこちら非常にハイスペックなボス機体、それが6機。まだまだ終わらない。さらに今回の鍵ともなる機体、キンキンに冷えた100式。なおキンキンに冷やす意味は特にない。はい、かっこいいですがメッキではなくプラスチック感強い金色。いかにメッキ感出せるかにかかってきますね。続いてメガバズーカランチャー。本当は台座も付属しているんですが、今回は台座なしで使用していきたいと思います。ようやくの改造着手。ディップスはこのように手の形に変形できるモビルスーツ。こちらをネオジオングの腕に装着するため、付け根の部分をいじっていきましょう。付け根にはプラ棒ではなく、より柔軟に手を動かすため寿屋さんのジョイントセット D を使用。まずこのままではディップス側のパーツに干渉し接続できないため、リューターでぶち抜きます。裏側からやると見栄えも綺麗。これによりディップス側には問題なく接続できるようになりました。ネオジオング側はこのようになっており、このまま取り付けると空洞のストロークが長すぎるので、瞬間接着剤を付け根部分に塗布し、分厚いプラ板をペタリンコ。乾燥させた後ニッパー、ヤスリで形を整え、毛書き針、2mm、3mmの順に慎重に穴掘り、
ドリルテクニック、ドリテクとして最後のドリルを最後まで削り切らずに止めることで、スコスコではなくキツキツの接続をすることができますね。この軸にはディキプス1基分の負荷がかかるので、ここで裏側をぶち抜き、裏側にプラ板を接着し、ディキプス1基分の負荷がかかっても抜け落ちないようにいたします。はい、爪部分には肉抜きが多用されており、またビーム刃が出る穴もあるのですが、ビームエフェクトは今回ない方がかっこよくなると思うので全て埋めていきます。プラ板を速乾接着剤で貼り付け、乾燥後ヤスリがけを行い形を整えます。いちいち本数が多いのでイージーな作業も地獄と化す今回の作成、たまんねえぜ。腕のメインフレームの合わせ目がヤバすぎ目立つので、段落ちモールド作成機、段毛使い段落ちモールドを作ることで処理。ディキプスの型部分も合わせ目が目立ったため、こちらは速乾接着剤で合わせ目を処理しました。プロペランとタンクのでかすぎる合わせ目も同様に消し去ります。一番大事なことを忘れていました。指南樹の場所に100式はちゃんと入るんでしょうか。頼むぞ100式。100式合体、ファイルダウン。余裕で入りました。それもそのはず100式の方が指南樹よりかなり小さいのだ。この後ろ側の足が見えてるのが情けない気がしたので、分厚いプラ板を貼り付け、形を整え中身が見えないよう100式のプライベートにも配慮しました。また、こちらの背中の指南樹シールド、かっこいいんですが100式には合わないと感じたので、シールドをメガバズーカランチャーに換装します。脚部をいい感じの長さと角度に調整し、背中にドッキング、いいサイズ感じゃないでしょうか。肩のスラスターに LED を仕込むよ。接続部をぶち抜きこいついつもぶち抜いてんな。宝箱オープン。LED セットだよ。今回もミスターホビーの LED モジュールを使用。ボタン電池をはめ込み、分岐ケーブルを先ほどの電源と接続。赤の LED を2つ接続。完璧な配線計画ありがとうございます。これをいい感じにスペースを作ったフレーム部分にはめ込みます。あれ、分岐ケーブルがでかすぎて入らない。結局電源を2つ用意して入れ込みました。腰のスラスターも見えなくなる部分に穴を開け仕込んだよ。続いてサイコシャードなんですが接続部の肉抜きがめちゃえぐいですね。光効果パテを使用しこちらは穴埋め。初めて使った時は部屋を暗くして使用しましたが、かなり強い光や太陽光じゃないとそうそう効果しないので、室内灯は普通につけてやってます。ビカビカに強いライトを当て効果させました。これを成形。はい、洗浄するために全分解しました。が、いつも通りの超音波洗浄機では余裕で洗えないので、お風呂場で洗います。油汚れにプラ板、間違えた洗剤を投入し、本邦初公開、オンドレアス新居のお風呂場に興奮を隠しきれないリスナーたち。塗装していきます。メッキ調塗装を施すため、下地はグロス光沢ブラックを使用。特に今回は大容量が必要ですのでガイアカラーさんの EX ブラックをピックしました。乾燥機に入らないのでお風呂場のヒート乾燥機能を使い、お風呂場を乾燥機とします。はい、メッキシルバー塗っていきますが一重にメッキシルバーと申しましても色々ありますね。今回は大量にストックを確保しておいたプレミアムメッキシルバーで塗装していきましょう。厚塗り厳禁、また塗りすぎるとメッキ感がなくなるとのことなので、薄拭きで複数回、めちゃ大変ですが塗装していきましょう。1回目です。なかなかいいギラつきなんじゃないでしょうか。フレームとかならこのままでもかっこいいんじゃないでしょうか。吹き重ねることで美しいメッキシルバーになりました。特にディキプスのパーツがグロスインジェクションという、最初から研磨されてるかのようなツルツルなのでより光ってますね。ここにクリアカラーを吹き付けゴールドに仕上げますが、ラッカーでは仮想のメッキを侵食し曇らせる恐れがあるので、こちらの水性カラーでコートしていくよ。1回では塗れないので根気よく塗っては乾燥塗っては乾燥を繰り返し、綺麗なゴールドが出来上がりました。左側がクリアイエローのみの塗装、右側がクリアイエローとクリアオレンジで塗装したもの。ディキプスのセンター分かれ目に対応するため、その他塗り分けを作るためゴールドを2パターンご用意したんですね。パーツはごっちゃにすると傷がつきそうなので丁寧に保管。忘れてましたが100式のブルーとレッド部分にはクリアブルーとクリアレッドを使いメッキカラーにしました。ネオジオングの塗装参りましょう。お覚悟。
でかすぎて全然濡れない。そんなことは1代目ネオジオングで学習済み。これが Y の答えや。対モビルアーマー用決戦兵器 0.7mm のガン。これまで使用していたガンは 0.3mm、2倍を優に超える大口径。日常生活でわかりやすく例えるとこのぐらい違うということですね。大口径 0.7mm キャノン、口径に対してエアー足りてなくね。想定内、大口径も安心パワーエアーコンプレッサーをご用意しております。おおこれが、大口径&大出力のコンボ塗装やー。すごい。このコンプレッサーのすごいところとして、ガンの台座がスイッチになっており、トルトーン、オプトオフになるのだ。ネオングもゴールドメッキ塗装を施していきましょう。何かおかしい。めっちゃ指の跡ついてるなんと塗り直しです。こんなに悲しいことはない。悪戦苦闘しながらも美しいものができました。塗装完了です。ネオジオング100式観音にこれだけの塗料を使用しなくなりました。ちなみにプレミアムメッキシルバーは1個1000円以上なんやかんやで完成です。成し遂げたぜ。はい、ネオジオング100式観音でした。タンクはもう100式観音が重すぎて柱の付け根が折れる予感しかしないので付けないでおきます。実はサイコシャードはメッキ下地のクリアイエロー、クリアオレンジ、クリアレッドでグラデーションしており、元のサイコシャードと比べると大変良い感じになっておりますね。HG7 体とネオジオングに多い箇所なら8回重ね塗装、地獄の極地みたいなガンプラでした。過去作の中でもダントツトップの供養でしたが、その分いいものが出来上がり満足です。これまでの全てに感謝。それでは今回はこの辺で